こんにちは。今日はですね、このインスタ360 ACE Pro で使えるアクセサリーをいろいろ紹介したいと思います。新しいカメラなんですけど、続々とアクセサリーも発売されてまして、なかなかいい感じなので、今日はね、じっくり見てみたいと思います。こういったインスタ360の Go3 とか X3 とか、あとGoPro なんかでも使えるアクセサリーもありますんで、よかったら最後までご覧いただければと思います。では最初はまず多分皆さん一番気になっているかと思う GPS プレビューリモートを見てみたいと思います。こんな感じのパッケージに入ってきます。で、中身はですね、まずこれがリモコン本体ですね。それからこれが充電時に使うプレートみたいなもんでしょうか。これ充電器をここにこういう感じではめて、で本体だけであればこんな感じで置いて充電することができます。反対側は USB-A 端子になっています。で、これ取り外して、で、このケースっていうかこれ腕時計型のホルダーなんですけど、これに入れてるときはこの単体状態でこういうふうにひっつけて充電するのかなと思います。この充電の端子は磁石がついていて、反対には絶対つかないようになっています。正しい方向でしかつかない感じです。で、もう一個ホルダーがついてくるんですけど、これはちょっと細いパイプですね。ハンドルバーとかスキーのポールとか自撮り棒とかにつけられる感じです。で、これがリモコン本体なんですけど、電源ボタン、シャッターボタン、それから充電端子とかがあります。で、肝心のリモコンとしてなんですが、まず、最初にインスタ360 ACE Pro を立ち上げて、ここでですね、Bluetooth リモコンのペアリングをする必要があります。で、これが終わったら、ちょっと電源切ってみますけど、電源オフの状態からでも、リモコンの電源オンで、ACE Pro の方も起動しています。はい、こんな感じで、こっちの画面にこのカメラで映している画面がプレビューできるようになります。で、このリモコンがですね、むちゃくちゃ多機能で、ここの画面でほとんどカメラでするのと同じ設定が行えるようになっています。もちろん撮影モードの切り替えもできますし、解像度、フレームレート、手ブレ補正、アスペクトレシオの変更とか、横からスワイプしてやれば撮影の設定ですね、カラーとか、マニュアル設定とか、そういったことも全部できます。で、これズームなので、ズームボタンを押してやれば2倍ズームも使えます。で、さらにここで画角の設定も自由に行えるようになっています。で、さらにですね、これがデフォルトの画面っていうか時計画面みたいなもんなんですけど、これ横にスワイプしていくと、ダッシュボード、コンパス、それから設定と出てきます。設定の中でもいろいろ設定できるようになっているんですけど、例えばカメラを起動、これは先ほどのこのリモコンを立ち上げた時にこっちのカメラも立ち上がるかどうかっていう設定とか、そういったこともここでできるようになっています。で、さらにこの画面長押しでこの画面のカラーリングも変えることができるようになっています。今のところ3種類ですね。青っぽいの、黄色っぽいの、それからちょっと派手なやつと3種類になっています。で、このカメラマークを押してやればカメラモードに入ります。で、撮影もこのシャッターボタンでもちろん行えます。今撮影始まりました。で、もう一回押せば止まります。で、この撮影中に一時停止ができる機能がこの ACE Pro には搭載されてるんですが、リモコンからもそれができるようになっています。これ押してやれば一時停止、今一時停止しています。で、もう一回押せば再開されます。で、停止。こんな感じで、ほぼほぼフルにコントロールすることができるようになっています。で、さらに電源切りたいときも、長押しでカメラの電源を切るかリモコンの電源を切るのか、それとも両方切るのかっていうのを聞いてきますので、これで全部コントロールできます。これで両方切るとしてしまえば、リモコンもカメラも電源が切れました。で、この状態からも再度この長押しで立ち上げることができます。なのでカメラ本体触らなくても電源オフの状態から立ち上げて、
で電源オフにするまで全部行うことができてしまいます。離れたところにカメラ設置している場合なんかすごい便利ですよね。で実際に使ってみた様子がこちらになります。ちょっと自転車につけて走ってみました。最初はハンドルバーにつけていたんですが、今度は腕時計タイプのホルダーにつけて走ってみました。で撮影した映像はこんな感じでアプリでダッシュボードをつけて編集できます。で書き出したのがこちらになります。こんな感じで走行時のいろいろなデータを表示させつつ書き出しをすることができました。でバッテリーは待機で60時間、プレビュー状態では6時間持つということなので、かなりね持ちますよね。本体のバッテリーよりははるかに持ちますし、1日の撮影なら十分持つんじゃないかなと思います。ということで、これがまず GPS プレビューリモートでした。じゃ次はこれいきましょうか。マルチマウント。マルチトライポッドみたいな感じでしょうかね。ハンドルにもなりますし、これ伸ばしてこんな感じで40センチ以上あると思うんですけど、自撮り棒的な感じでも使えます。でさらにここがこんな感じで足が出せるんですけど、三脚としても使えます。でこの状態でこうカメラを持ち上げてやるとかっていうこともできます。でこのカメラ取り付け部は、一番ベースの部分は三脚ネジになっています。こんな感じの三脚ネジがついています。でその下が自由雲台になってますので自由に動きます。でこの自由雲台よくできていて、ここにですね切り欠きがちょっとあるんですけど、これがあることによってカメラがここにはめてやれば自動的に垂直にこう固定できるようになっています。でさらにこのアクションカメラ用のマウントがついてくるんで、いろんなアクションカメラで使うことができます。例えば GoPro Hero 12なんかもこの三脚ネジがついてますので、直接取り付けることもできてしまいます。でですね、さらにここに秘密があるんですけど、こういう引っ掛ける部品がついています。でこれで、9センチまでの厚さの壁みたいなところに引っ掛けて使うことができるようにもなっています。非常に使いやすい三脚で、も私最近こればっかり使っています。で ACE Pro で使う場合はこの付属のこれですね、アクションカメラ用のマウントをつけて、そこにまた別のこういったクイックリリースマウントをつけることができます。これはまた別のオプション品なんですけど、これですね、クイックリリースマウントって書いてあります。これもなかなか優れもんなんで、ついでに紹介しておこうと思います。これはですね、こういうふうに下にこのアクションカメラマウント用のプレートがついてます。GoPro の下の部分みたいな感じなんですけど、ここをだからこういったものにねじ込んでやることができます。で、このクイックリリースマウントは基本的にはこの ACE Pro 用なんですね。こんな感じで ACE Pro 専用の爪がついていて、つけます。で、ここロックしてやることによってもう外れなくなります。むちゃくちゃしっかりしてます。ただ若干ガタがあるんですけど、これもこの隙間を埋めるためのゴムプレートがさらについてきていて、自分で調整できるようになっています。タイトにすればするほど外す時とかちょっと力がいると思うので、私別にこの状態でも全然普通に使ってますし、映像に影響が出るとも思えないんで全然気にしてないんですけど、気になる方はここの隙間をもっと詰めることができます。でさらにこのクイックリリースマウントにはこの別のプレートがねついてくるんですね。でこれネジがついてるだけなんですけど、ここにこんな感じではまります。ということはこのプレートを他のカメラに取り付けておけばこのマウント共有することができますよね。で GoPro Hero 10にまた出てくるんですけど、ここにネジ穴があるのでこういう感じで GoPro にもプレートつけてやれば、ここにACE Pro脱着するのと全く同じ感じでできてしまいます。今まで GoPro 使っていて ACE Pro 買いました方とかね、ちょうどいいんじゃないでしょうかね。次はちょっとプレート系に行きたいと思います。
まず1個目がこれですね。L 型アングルみたいなもんなんですけど、これは爪がついていて、AS Pro の下にこういう感じではめることができます。ボタンがついてるんですけど、こんな感じで簡単に脱着できます。これ何をするものかというと、縦撮影の需要も結構あると思うんですけど、縦型にカメラを固定することができるマウントになります。こんな感じで。で、横ももちろんできます。横でマウントしてたけど瞬時にこっちに縦に切り替えるみたいな、そんな感じのマウントになります。縦で撮影することが多い方はね、非常に便利なマウントかなと思います。さらにですね、もう一個プレートを紹介します。これなんですけど、これはコールドシューアダプターがついている、コールドシューマウントがついているプレートになります。で、これはどうやって使うかというと、このクイックリリースマウントのこの溝の部分にここをですね、はめ込んで使うようになっています。こんな感じでこうグッとはめ込んでやります。で、ここ爪があるんですけど、これを押してやれば外すことができます。ちょっと硬いんですけど、そのうち馴染んでくるかとは思いますが、こんな感じで取り付けます。で、コールドシューマウントなので、ここに何でも別に自分の持ってるアクセサリーを取り付けることができます。例えばですけど、これデイティのコンデンサーマイクなんですが、こういうところをここにこんな感じで取り付けてやることができます。で、ついでにじゃあこんなのつけてもこの 3.5mm プラグ刺さらないじゃないかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ちゃんとこういったマイクアダプターもオプションで出ています。これは手持ちの 3.5mm ジャックのついたマイクを AS Pro で使うためのアダプターになります。これもじゃあちょっとお見せします。これはですね、ここのサイドのカバーを外します。これ引っかかってるだけなんで簡単に取れるんですけど、取ってそこにこんな感じでパチンとはめてやります。で、もうマイクを接続するだけです。むちゃくちゃ簡単です。今ですね、デイティのマイクを接続してあります。接続されているのが、ここ今緑か青のこのバーが伸びてるのが見えると思うんですけど、こんな感じで音声のレベルがね、表示されるようになります。なので、外付けマイクが今機能しているっていうのがわかります。で、マイクレベルは、ここの設定の中の一般に、外部マイクゲインっていうのがあるので、ここで切り替えることができます。ちょっとテストしたんですけど、私はこのマイクであれば、プラマイ0でちょうどいいぐらいでした。で、ちょっと音声取ってみましょうか。今ですね、デイティの D4 Duo というマイクで音声を収録しています。D4 Duo です。D4 Duo は切り替えると後ろからの音声も拾える非常に便利なマイクです。で、今度は、カメラ本体内蔵のマイクで収録した音声です。AS Pro のマイク結構いい音で拾います。ステレオに設定するとね、かなりいい音なんですけど、外だと風切り音が入ってしまうんで、今は風切り音低減モードになっています。音声どうでしょうかっていう感じで、このマイクアダプターを使えば自分の手持ちのマイクでより高音質な録音ができます。ワイヤレスマイクなんかも接続することができます。さらに、ここに USB-C 端子がついているので、こんな感じで、給電しながらも使うことができるようになっています。なかなかの優れものアイテムですね。こんな感じでVlog 撮影とかにもバッチリじゃないでしょうか。で、次はですね、私が一番感動したアイテム、これになります。非常に小さいものなんですけど、クイックリーダーというものになります。これもですね、先ほどと同じようにこのサイドカバーを外した AS Pro の横に装着して使います。で、どんなものかというとですね、半分がラバーカバーがついています。で、ここが USB-C 端子になっていて、ここは回すことができます。で、ここを開けると、ライトニング端子と、あとはここにマイクロ SD カードスロットもついています。カバーすることができます。で、AS Pro のマイクロ SD を抜いて、ここに
装着します。挿してあってもいいのかもしれないんですけど、でこの状態で立ち上げます。でこれを差し込んだ状態で立ち上げます。そうするとですね、ここにクイックリーダーに接続しましたという表示が今出ましたけど、ここにもですねちょっと違うアイコンが出てきて、クイックリーダーに接続されているっていうのが表示されています。でこの状態で録画をすると、この外付けしてある SD カードにデータが保存されるようになっています。止めます。でこの電源を落としてこれを外します。で外して今度はですね、ここをちょっと回転させて、なんとですね iPhone とか、Android もいけると思うんですけど、 USB-C 端子のついてるスマホに接続することができます。iPad とかもねいけるんでしょうかね。そうするとS クイックリーダーと通信しようとしています。許可でやると、なんとここにですね瞬時に先ほど撮影した内容がもう反映されています。通常であれば Wi-Fi とかつないで、のんびりデータの通信しないといけないと思うんですけど、これ使うことによってむちゃくちゃ高速に先ほど撮影したデータを取り込むことができます。先ほど撮影した動画を編集するとかできるんですけど、そういうのも本当に素早く行うことができます。Wi-Fi でねできるの便利でいいんですけど、結構もっさりしてるので時間がない時とかね大変なんですけど、これは本当に便利です。しかもなんでライトニング端子があるかっていうと、実はライトニング端子の iPhone とかにもこれが使えるようになっています。同じことができます。通信速度は若干違うのかもしれないんですけど、Wi-Fi とかでやるよりはかなり早いんじゃないかなと思います。でしかもですねもっと言うと、ここをなんとですね、こういうノートパソコンの USB-C 端子にも接続することができてしまいます。でこの状態でパソコン立ち上げてやると、普通にこれカードリーダーとして使うことができます。なので撮影したデータを SD カードとか取り出さずに、このホルダーごとここに差し込んでやればすぐに編集を始めることができます。これはね1台あるといろんなことに使えるので、かなり便利じゃないかなと思います。あとはですね、これケースに入っている何かというと、これはですねスペアバッテリーになります。ACE Pro のバッテリー結構持ちがいいんですけど、やっぱりちょっとね1日使うにはちょっと足りないんで、こういうスペアバッテリーが1個あるとね安心かなと思います。ちゃんとケースに入っているっていうのもねすごく嬉しいところです。という感じで、かなりたくさんのアクセサリーを紹介しましたが、皆さんお気に入りのアクセサリーはあったでしょうか。私個人的にはこのやっぱりプレビューリモートコントローラーがねむちゃくちゃ便利かなと感じました。それとこのクイックリーダーですね。他にも皆さん気に入ってるアクセサリーなどありましたら、コメント欄に自由に書き込んでいただければと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。